夢、歪みの果てに。なんとか午後の授業だけは出られた。さあ、こうしちゃいられないぞ。急いでオーディション行かなくちゃ。今日は人気番組「ロードトゥトップアイドル」の予選会。久しぶりにゆめこちゃんと対決だから全力でぶつからないと。何？急いでるから早めにね、谷山くん。何それ。僕は男だってば。嘘じゃないよ。じゃあね。よくわからないけど何にも聞きたくない。まったくスーパーアイドルになったら余計にイケメンから遠ざかってる気。おはようございます。局の運転手さん。はい、よろしくお願いします。着きましたね。ありがとうございます。そんな、私ただのアイドルなのに。そう。僕ずいぶん偉くなっちゃったんだな。初めは嫌々だったのに、まさかここまで騒がれる存在になるなんて。ファンの子たちまた来てくれてる。どうしてです？そう。何もかもすっかり変わっちゃった。最近は忙しすぎて愛ちゃんやエリちゃんとも全然会えないし。それじゃあオーディション行ってきます。オーディションの時だけは余計なこと考えないでただのアイドルでいよう。さあ、ゆめこちゃんとの勝負思い切り楽しむぞ。この緊張感やっぱりたまらないよね。ゆめこちゃんもきっとどこかでうずうず。どうしたんだろう。ゆめこちゃんの姿見当たらない。まだ控室なのかな。すみません。参加者の桜井ゆめこちゃんの姿が見えないんですけど。エントリーしてないってことですか？病欠？まさか病気だなんて。ゆめこちゃんのことだ。風邪ぐらいだったら無理してでも来るはず。ことはもしかして相当重い病気？
りがとうございます。よかった。って言っても当たり前だよね。今の国でランク B 以上のアイドルは僕だけだったし、ゆめこちゃんのいないこの組み合わせで負けたらさすがに恥ずかしいよ。あの人って誰のことだろう。はい、何でしょう。今日はお疲れ様。次のラウンドではお世話になるのでお願いね。はい、こちらこそ。って待てよ、この人は。私あなたを知ってます。本当に？はい、とてもよく。私嬉しくなっちゃう。少しは名前知られてきたのかしら。少しなんてもんじゃないですよ。超有名アイドルの三浦あずささんですよね。超有名かどうかはわからないけど、地道に活動させてもらってる感じかしら。この人が三浦あずささん。テレビで見ても綺麗だけど近くで見るとものすごい美人だな。スタイルもとても女性っぽいし。あなたは秋月亮ちゃん？そうです。私のこと知ってるんですか？もちろんよ。実は私、あなたのダンス可愛らしいからとても好きで、よくテレビの前で応援してたりして。そうだったんですか。光栄です。いつもはただ眺めて無邪気に喜んでいればいいのに、今回はその子と争わなければいけないなんて悲しい話よね。はい、でもこれはアイドルの宿命ですから。そうね、同じステージに立てること幸せって思わないと。りょうちゃん、次の二次予選一緒に頑張りましょう。はい。ってあずささん、次は二次予選じゃなくて決勝なんですけれど。決勝？決勝ってつまり決勝戦のこと？もちろんそうです。まあ大変。そんな急な仕組みになってるなんて知らなくて。年末の歌合戦ってややこしいわね。これ年末とは全然関係ないんですけど。私てっきりきちんと確認しないとね。はい。あれは作り？それとも天然なのかな。どっちにしろ歌もダンスもすごく上手い人だから、おっとりしてるからって決して本番では油断できないぞ。三浦あずささん、新しいライバルに勝ってトップアイドルへの扉開かないと。それにしてもゆめこちゃん、一体どうしちゃったんだろう。オーディションは大切だけどそっちも少し気になるよね。あ、メールが来てる。楽しみだな。
多分ゆめこちゃんに会えるとしたらずっとトレーニングしてたここだよね。いるかな。お願い、いて、ここに。あ、いた、ゆめこちゃん。何しにって。話を聞きに来たんだけど、なんで辞めるなんて言い出したのかさっぱりわからないから。あるに決まってるよ。ねえゆめこちゃん、何があったの？夢が消えた？夢って一体。あ、武田さんの番組？もしかして番組改編で終わっちゃうとか？え？あ、知られちゃったんだね、これまでのこと。そっか、そんなことがあったんだ。ゆめこちゃん、泣かないで。ゆめこちゃん、ほら。いいからそのまま立ってて。涙ぐらい拭いてあげよう。これでいいよ。ねえ、アイドル辞めるってこと事務所にはもう話したの？そう。そのお姉様って人は何か言ってた？ゆめこちゃん、やっぱりここにいたのね。え？あなたは。驚いちゃった。急に辞めるなんてメールに書いてあったから。ゆめこちゃんのお姉様ってあずささんだったんですか？あなたはりょうちゃん。奇遇ですね。まさかこんなところで。そうね、まさかりょうちゃんとゆめこちゃんが知り合いだったなんて。それでゆめこちゃん、やめようなんて考えた理由は？実はですね。え？
私には言えない事情なの？まあゆめこちゃんは少し疲れただけというか。そう、元気出してくれるといいけど。ゆめこちゃん？ゆめこちゃん、ゆめこちゃんは悪くないよ。ただちょっとやり方間違えただけなんじゃないかな。その一生懸命さを誰かにぶつけるんじゃなくて、自分の中に秘めておかなきゃいけなかったのかも。心から反省してくれてるみたい。それならゆめこちゃん、私なんとか動いてみる。うまくいかないかもしれない。でもなんとか動いてみる。大切な夢消さないために。相手が武田さんならやりようはある。できるだけのことしてみよう。武田さん、今日はお願いがあってきました。ゆめこちゃんのこと考え直してくれませんか？武田さんは情けなくないです。ゆめこちゃんの才能は本物だと思います。そこにはまやかしはないはずです。この通りです。ゆめこちゃんを追い込まないでほしいんです。これ以上。はい、かなり。ゆめこちゃんにとってオールドホイッスルに出ることは何より大切な夢なんです。その夢を奪わないでください。どうしてですか？そうかもしれませんけど。私も
すって。そうです。でもどうしてわかったんです？一体いつから？じゃあ出会う前からもう？そんな。違います。社長の方針なんです。女の子の方がきっとウケるからって。僕だって本当は男のアイドルになりたかった。でもそれができないままズルズル。もちろんです。決まってるじゃないですか。社長やこれまで応援してきてくれたファンにも悪いかなって思って。そういうわけじゃ。それは。そうかもしれません。人の夢の前にまず自分の夢ですよね。武田さんの言う通りだと思います。わかりました。僕よく考えてみます。どうすれば一番いいか。ですからしばらくは男だっていうこと誰にも言わないでください。ありがとうございます。まずは自分のことに決着をつけよう。ゆめ子ちゃんを助けるためにも。ゆめ子ちゃんの様子聞くためにここで待ち合わせなんだけど、あずささんまだ来てないみたいだな。今のうちに自分の考え整理しておこう。男の子として再デビューか。全然売れてない頃なら問題なかったのかもしれないけど、ここまで有名になっちゃうと実は男だって発表したら大騒ぎだよね。そう叩きにあって二度とアイドルなんてできなくなるかもしれないし、アイドル秋月亮はこれからどうしていけばいいんだろう。どこへ流されていくの僕。りょうちゃんごめんね、待たせちゃった。あずささんどうですか、ゆめ子ちゃんの様子。それが相変わらず塞ぎ込んじゃったままで、食事も喉を通らないみたい。
そうですか。参りましたね。夢を絶たれた夢子ちゃんは立ち直れないまま、一方僕は夢を追うには犠牲があまりにも多すぎて、一体どうしたらいいんだ。りょうちゃん、私わからないよ。海の叫びたいのは私も同じ。なんでゆめこちゃんこんなことになっちゃったのか。本当にそうですよね。ところでねえ、あずささん、あずささんには夢ってあります？夢？いきなり聞かれると困っちゃうけど、私夢あるように見える？見えます。当たり。そう言ってもらえて少し嬉しいわ。私目的もなしに生きているように見られること多いから。で、その夢っていうのはトップアイドルになること？それとは別のもっと大切なこと。そうですか。トップアイドルよりも大切な。あずささんはその夢のためだったら何でもできますか？何でも？はい。例えば夢のために全てを犠牲にしなきゃいけないとしても、その夢の方を選ぶことができますか？それはとっても難しい質問ね。でも多分できると思うわ。できますか？多分だけどね。私にとってその夢は何にも変えられない大切なものだから。そうですか。あずささんってのんびりしてるように見えるけど、結構しっかりしたところもある人なんだな。実はりょうちゃんとぶつかる今度のオーディションはその夢をかけた私の第一歩でもあるの。もし合格してトップアイドルになることができれば、夢への道歩き出す勇気湧いてきそうな気がして。じゃあ大事なオーディションなんですね。ゆめこちゃんは自分の夢のために必死に戦ってきた。あずささんもこうして夢のために戦ってる。それなのに強い男の子に憧れてる僕が何もしてないなんて。ダメだ、僕このままじゃ。よし。あずささん、ありがとうございます。おかげで目が覚めました。私も自分の夢に向かってもっと真剣になってみようと思います。りょうちゃん、あずささんってすごく素敵な人ですね。そんな素敵だなんて。でも少
少しでもそうなりたいっていつも思っていて。だって私たちアイドルだものね。私ももっともっと周りから尊敬されるよう頑張ります。そうね。一緒に憧れへの階段登っていきましょう。あずささんに大事なこと教えられた気がする。僕も夢に向かって恐れずに行こう。社長、すごく大事な話があります。僕女の子を辞めます。これ以上今のまま続けたらカミングアウトなんてできなくなっちゃいそうで。ですからそろそろ男の子アイドルとして活動させてください。どうしてですか？それは大変なことになるでしょうけど。でもこのままじゃますます発表しづらくなっちゃいますよ。それはファン？そんな大げさな。僕だって自分の夢叶えたいんです、社長。僕昔から弱い子でみんなから女の子みたいって思われて、誰からもかっこいいなんて思われないままずっと過ごしてきました。でもアイドルになれば変われるって思ったんです。自分がなりたい自分になれるって。このまま社長の思うようにしか生きちゃいけないんですか？男の子なのにかっこいい男の子になろうとしちゃいけないんですか？僕だってファンのことはたくさん考えました。それでもチャンスが欲しいんです。たった一度だけでも望み通りの自分に変わっていけるチャンスが。それでもダメならダメってはっきり言ってください。そしたら僕これからどうするか本気で考えますから。
当ですか？負けたらずっと女の子のまま。OK です。恨んだりなんてしません。僕この事務所に入ってよかったです。ありがとうございます。社長からついに許可をもらったぞ。次のオーディション絶対に勝つ。さあ来たぞ、勝負の日だ。トップアイドルの座と男の子デビューがかかってる。ここで勝つか負けるかで僕の運命大きく変わる気がする。あずささん、おはようございます。あ、りょうちゃん、おはよう。ついに来ちゃったわね、この日が。はい。あずささん、今日はやけに暗い表情してますね。だって私、もしかして震えてるんですか？そう、怖いのね。怖い？どちらの結果になるのも怖くて、運よく勝っても全てを失う覚悟で夢を進めていかなければいけないし、でも負けて夢から遠ざかるのも怖い。あずささん、その気持ちよくわかります。私も全く同じですから。りょうちゃんも同じ？はい、私もこのオーディションにたくさんのものかかってます。でもだからこそ後悔するようなステージやりたくないかなって。だって勝つにしても負けるにしても全力を出し切って納得して結果受け入れたいじゃないですか。りょうちゃんそうね、本当にそう。変に緊張していつも通りのこともできずに負けちゃったりしたら、いくら泣いても悲しみが止まらなくなっちゃうわね。そういうことです。今日はりょうちゃんに教えられたわ。ありがとう、りょうちゃん。やっと少しはあずささんに恩返しできたかも。それじゃ元気になったところで勝負です。よーし、受けて立つわよ。どっちが勝っても最高のステージ届けてあげましょう。ゆめこちゃんに。ゆめこちゃんに？はい、希望が見えなくなってるゆめこちゃんにアイドルの素晴らしさもう一度思い出させてあげないと。そうね。どんな言葉も
ゆめこちゃんには届かなかったけど、私たちの気持ちを歌に込めればきっと。はい、見ててゆめこちゃん。まず第一歩として今の僕のベストパフォーマンスで勇気づけてあげる。この舞台の先に見たことのない場所が待ってる。さあ、いよいよ女の子アイドルとしての頂点に挑戦だ。なんてこと。これはシャレにならない。運命の大一番で負けちゃうなんて。りょうちゃん、あずささん。ごめんね、勝っちゃって。気にしないでください。これが公平なジャッジですから。それにしても、あずささん、どうしてそんなに歌うまいんですか？別にそんなに上手じゃ。あれで上手じゃなかったら、誰が上手なんです？そんな魅惑のボディで、あんな甘い歌歌われたら、とても叶いません。どんな男の人だって、メロメロになるに決まってますよ。メロメロになってもらえそう？はい、間違いなく。どんな人でも？はい。そう。それ聞いて少しほっとしちゃった。ほっと？りょうちゃんがそう言ってくれるならその通りかもしれないわね。私これから逃げないで自分の夢に向かっていくわ。今日の幸運も信じて。はい、ぜひそうしてください。負けた私の分も。じゃあまた、りょうちゃん。はい、お疲れ様でした、あずささん。帰りの足取りが重い。誰かお願いだからオーディション前に時間巻き戻してよ。3年なんてもんじゃないですよ。自分の力のなさ思い知りました。優しい大人の女性の魅力ってすごいものなんですね。わかります、その理由がよく。けど社長、これで僕もう本当に終わりなんですか？どうやっても男の子デビューできる道ないんでしょうか？トータルしてですか？それは確かに。わ
わかりました。もう僕何が何だかわからなくなっちゃったよ。夢が見えない。多分ゆめこちゃんと同じ。助けなきゃいけないはずの僕が同じ状態になってどうするの。ゆめこちゃん、僕たちこのまま2人とも終わっちゃうの？夢を失ったままアイドルなんて続けていけるんだろうか。絶対に負けられない勝負で僕あのあずささんに勝てた。おめでとうりょうちゃん。あずささん、素晴らしかったわ。私も横で聞き惚れちゃうぐらいの歌で。そんなあずささんこそすごかったです。スーパーアイドルならではのハイレベルなオーディションを楽しめました。相手役ちゃんと務められたんだったらよかった。でもこれで私の夢はしばらくお預けね。あ、すみません。別に気にしないで。これはきっと神様の声だから。神様の声？そう、夢に手を伸ばしていい日はまだ先だよっていう。いつか運命がもう大丈夫って言ってくれるまで、もっともっと自分を磨いていかないとね。あずささん。りょうちゃん、私たち全員のために歌ってちょうだい。今一番輝いているアイドルの一番素敵な歌を。はい、歌います。私をここまで導いてくれた人、みんなのために。はい、ありがとうございます。僕も信じられなくて。はい、お願いします。デビューした頃は全く見えなかった頂上が今目の前に。トップアイドル、僕がトップ。嬉しいよ。これでできることはやりきったっていうことですよね。え？はい、
僕にとってはそれが真のランク A への道ですから。行きます。たとえ全てを捨ててでも。よろしくお願いします。失礼します。武田さん、報告に来ました。僕、ついにトップアイドルになりました。この間のオーディションで。いえ、違います。僕が目指してるところはここじゃありませんから。もっとも他の人がそこをどう思ってくれるかは分かりませんけど。はい、何でしょう。空気を読むな。はい。最後の扉がついに開かれた。扉の向こうにはこれまで誰も歩いたことのない道が続いている。僕を応援してくれた人がみんな敵になる可能性だってあるけど、でも僕は行く。夢を取り戻せずに苦しんでいるゆめ子ちゃんのために、そして何より僕自身のために。初めにアイドルになると誓ったあの時の思いを叶えよう。どんな男の子よりも強く輝く理想の僕になってみせる。